今日の気分は冷やし中華。作っていくのは、俺がよく行く東京東銀座の老舗町中華。満腹の夏季限定人気メニュー、冷やし鶏ごまそばを作っていきたい。何？夏が終わりそうなのに今更冷やし中華やで？いや、まだ暑いし。夏が終わると思えば終わる、終わらないと思えば終わらない。俺たちの夏は、こっから。今回作る冷やし鶏そばは、上に鶏肉丸々1枚のチャーシューが乗った豪快な冷やし中華である。というわけでまず鶏チャーシューを作っていくが、暑い中長時間煮込むのもしんどいんで、今日はお手軽にレンジで鶏チャーシューを作っていこう。均一に熱が通るように、分厚くなってる部分があったら、切り開いてなるべく平らにしておく。そんでもってフォークなどの刃をぶっ刺して、穴という穴を開けまくる。こうすることで火が通りやすくなるし、煮汁の味も染み込みやすくなる。穴を開けたら耐熱容器になるべく平らになるように広げて入れていく。そしたら調味料で味付け。酒大さじ2、醤油大さじ2、みりん大さじ2、肉が浸るぐらいの分量へ。さらにコク出しでオイスターソースを大さじ半、そして蜂蜜小さじ1、なかったら砂糖でいい。大さじ半ぐらい。調味料をすべてぶち込んだら軽く揉み込んで肉全体に調味液を絡めていく。そしたら蓋。この時完全に閉めちまうと蒸気が溜まって中の温度が熱くなりすぎる。温度が高すぎると肉が硬くなっちゃうんで、軽く蓋を開けておくことがコツだ。ラップを使う場合はふんわりラップで。そしてレンジで 600W2 分半チン。500W の場合は3分でいい。そしたら一度取り出して肉の上下をひっくり返す。こうやって分厚い肉全体にまんべんなく火が通るようにしていく。そしたらまた軽く蓋をし、再びレンジへ行ってらっしゃい。裏面も同じく2分半チン。時間が経ったらすぐに肉を取り出さず、このまま放置。5分ほど寝かして余熱でじんわり火を通す。5分経ったら取り出して OK だ。そしたら肉を取り出しこいつをカットしていく。熱いんでやけどには注意しろ。肉はなるべく薄めに切っていく。だいたい 6,7 ミリぐらいが。この後肉を冷やすんで薄めに切っておくと冷えやすい。まあレンジ調理は一時期結構研究したが、肉の中まで火が通り、なおかつ柔らかくジューシーに仕上げるなら、この裏表 600W2 分半ずつ、その後5分放置。今んとここれがベストだ。まあこれは結構ギリギリを攻めてるのと、各家庭のレンジによって火の通りが若干異なるかもしれんので、その辺は各 GP 調整してほしい。ちなみに今回肉は常温に戻したりせず、冷蔵庫から取り出して間もない肉を使ってる参考までに。カットした肉は金属製のバットに移す。この時なるべく肉を広げておくと冷めやすい。乾燥を防ぐために軽くラップをして、短時間で冷やしたいんでこのまま冷凍庫にぶち込んでおく。麺やトッピングを用意している間に冷める計算だ。続いて冷やし中華のタレを作っていこう。先ほどのチャーシューの煮汁、これ鶏の旨味がたっぷり詰まってるんで捨てちまうにはもったいない。というわけでこいつに調味料を追加してタレにする。まずは冷やし中華に必須のお酢大さじ 1.5、 練りごま大さじ2。練りごまは普通にスーパーに売ってるはずだ。中華コーナーにあるチーマージャンっていうのも同じようなもんだ。さらに隠し味マヨネーズ大さじ半。今回はソースに混ぜ込むが、後掛け派のやつはそれでも OK。 さらにごま油大さじ半でコクを追加。そしたらこいつをよく混ぜる。練りごまとマヨが混ざりにくいんで、泡立て器があれば使った方がいいでしょう。ちょっと本気より甘めな感じがしたんで、醤油大さじ1弱さらに足していく。このままやとちょっと味が濃いのと、あと冷やすと粘度が増してドロドロするんで、水を大さじ2ほど足して薄めておく。さらっとした方が夏は食べやすい。これでも濃い場合はさらに水を足せばいい。よし、ごまだれの完成だ。こいつも短時間で冷やすために冷凍庫にぶち込んでおく。そしたらトッピングを用意していく。まずは千切りきゅうり、
ヘタを切り落として真っ二つにしたら斜め薄切り。そしたらカットしたきゅうりを広げて千切り。さらに錦糸卵を作っていく。卵は白身を切るように、そして泡立たないように、空気が入らないよう押し付けながら切るように混ぜていく。忘れとった。塩と砂糖一つまみずつで軽く味付け。ここからさらにザルでこすと綺麗な錦糸卵になるが、まあ家庭でそこまでこだわる必要はない。よし、じゃあこれを焼いていこう。卵焼き用のフライパンがなくても普通の丸型フライパンで十分いける。使ってるフライパンは20センチのものだ。フライパンに小さじ1ほどの油。これをキッチンペーパーなどで薄く広げる。フライパンが熱くなったら卵を入れる前にこうやって濡れ布巾を当てるとフライパン内の温度が均一になり焼きムラがなくなる。さらに急激な焦げ付きも防げます。準備ができたら卵液を流し入れていく。卵液を入れたらガチャガチャかき混ぜずフライパンを傾けて全体に広げる。錦糸卵を作るときに注意するのは焦がさないこと。余計な苦味は不要だ。焦げないよう火加減は弱中火で慎重に。固まってきたら端にこびりついた卵を剥がし、表面がやや乾いてきたら菜箸をフライパンの上に乗っけて、で上の方をペリッと剥がして掴んだ卵を菜箸の上に一旦引っ掛ける。そして滑らせるように反転し裏面も軽く焼いていく。まあちょっとだけむずいかもしれんが、後でどうせ細かくするんで形が崩れたところで全く問題ない。ひっくり返すのが苦手な場合は火を止め蓋をしてしばらく置いておき余熱で火を通せば OK だ。俺のようにせっかちなやつはこのやり方で。こんな感じで焦げてなかったらまあ OK だ。そしたらこいつを 3,4 等分にカットしてこれを重ねて千切りにしていく。よし、トッピングの準備完了だ。そしたら麺を茹でていく。麺はオーソドックスな中華麺。茹でてる間に麺を締める用の氷水を用意しておく。茹で上がった麺は水洗いしぬめりを取り氷水に当てて締める。水を切ったらソースが薄まらんようにしっかり絞る。麺を器に盛って広げたらトッピングのきゅうり、そして錦糸卵、そしてこの上に鶏チャーシューを豪快に乗せて冷やしたごまだれを回しかける。追いすりごまでさらにごまの風味を足しとどめのネギをトッピングしたら完成だ。冷やし鶏ごまそば。いただきます。来たこれ。あの名店の理想の味になかなか近づいたんじゃなかろうか。まずもってこのごまだれがうますぎる。鼻から脳天まで突き抜けるごまの風味。練りごま、すりごま、ごま油。あらゆるごま製品を使うことで、これでもかというほど全身にごまを押し出したタレ。さらに鶏チャーシューの煮汁を使ったことで旨味も半端じゃない。隠し味のマヨが奥行き感をもたらしいい仕事をしている。そしてこの鶏チャーシュー。研究の成果もあってレンジで調理したとは思えないしっとりジューシーな肉。しっかり火は通ってるにもかかわらずめっちゃ柔らかい。味も十分に染み込んでいる。うまさとお手軽さが全く比例していない。さらに味変でラー油なんか足した日にはも
優勝は約束されたようなもんだ。大胆に鶏もも肉1枚を丸々乗せた冷やし中華。見た目は豪快だが大して手間はかかってない。最低限麺と鶏肉さえあれば成立するこの料理。非常に工数も少ないし、およそ冷やし中華とは思えない満足感がそこにある。まだまだ暑い時期は続くと思うんで、ぜひ一度試してみてほしい。というわけで今日は東京東銀座老舗町中華満腹の人気メニューを再現してみた。他にも美味しいメニューはたくさんあるし、個人的にはここの昔ながらのチャーハンが好きでよく行っている。機会があったらぜひ足を運んでみてほしい。ごちそうさまでした。